さいこと言ってるの？まあね、中にいるとなんだか暗くなっちゃう気がして。難しい顔して考え込んじゃってあんま似合わないんだから。食べる？あんまり美味しくないかもしれないけど。私、今までと同じだよね。本当はね、理事長先生にあんなこと言われて、怖かった。自分が、今まで何事もなく生きてきた自分が、まさか、そんな力を持っていたなんて、すごく怖くて。でも、負けられないって。ちょっと、それどういう意味？そんな笑い方してません。まったくもう。違うわよ。そんな下品な笑い方してないわよ。あげない。なんでもないよ。ついさっきオーバーを倒したばかりで少し疲れているだけだ。しずりの頼みとあっては断れない。私自身にも大きな恨みがあったしな。全て食われていた。くそ。ってどうしてお前にそんなことを話さなくちゃいけないんだ。怒る？いや、なんでもない。そんなことよりも舞は一体何を考えているんだ。姫だ。あんなに簡単に姫になってしまうなんて浅はかとしか言いようがない。
そんな甘いものじゃない。本当なら今すぐ学園を出ていくべきなのだ。だいたい、真白の言うことなど信用できるものじゃない。真白だって一番地と無関係ではないんだぞ。一番地の人間というわけではないようだが、信用できないという点では何ら変わらない。オーファンと戦うため？そんなもの、その気になれば軍隊でも何でも連れてくればいいだろう。目的があるに違いない。そしてそのために我々を利用しようとしているんだ。一番地の考えそうなことだ。くそ、一番地。冷静にならなあきませんね。相手は一番地なんやで。相手が一番地だろうが関係ない。奴らは母の仇なんだぞ。私は今日まであの日の復讐をするために生きてきたんだ。貴様、やはりあの時聞いていたな。まあいい。ただし、私の邪魔はするなよ。その時は。よし。私は、だから母のためにも、絶対に戦わねばならない。復讐しなくてはいけない。あんな風に、気軽になるべきじゃないんだ、姫は。かけるものの大きさを、前は分かっていない。そんなんじゃない。私はもう行く。生徒会室だ。それどころじゃない。先に言っておく。真白に真意を正そうとしても無意味だぞ。言うわけがないしな。情報のない人間は、情報を持っている人間に一方的にあしらわれるんだ。よく覚えておけ。情報とは力そのものだ。うるさい！そんなことないよ。お願い師匠、ここにいて。大したことないって、ちょっと発作。師匠から借りた本、毎日少しずつ読んでるんだ。
くてつい。あ、お姉ちゃんと一緒に作ったのもあるんだよ。だっておかしいでしょ。はい、よかった。師匠、ここに入ってきた時なんだか悩んでいるような気がしたから。でももう元気ですよね。僕は師匠からいっぱい元気をもらってるから、たまにはお返ししないと。仕事先で何かあったの？師匠、その人のこと好きなの？それ聞いたらお姉ちゃん喜びすぎてひっくり返っちゃうよ。それに最近友達もできたんだよ。師匠は僕の初めての師匠で、その人は風花で初めての友達。その人もお姉さんがいてね、たまにお互いのお姉ちゃんのことについて話したりするんだけど。あ、でもこのことは秘密だったんだ。師匠、今の話は忘れてね、お願い。ごちそうさま。なにお兄ちゃん、それなんか年寄り臭いセリフだよ。はあ、ファンには見せられない姿だよね。お兄ちゃんのファンだよ。見た目にはかっこいいからね。古典の授業の考古学オタクっぷりと、時折口をついて出るさっきみたいな年寄り臭いセリフがなければね、ファンが3倍にはなるね。そうなんだけどね。それじゃ
オーファンと戦うためそんなもの、その気になれば軍隊でも何でも連れてくればいいだろう。目的があるに違いない。そしてそのために我々を利用しようとしているんだ。越すことができてないの？頑張れよ。昨夜も修行をしているのか？オーファンを追っていたのが弱いやつだったな。私は元気だ。それに楽しい。今日はいい日だ。そうではない。あいつが私の前に現れたから倒しただけだ。
別に楽しいとかは関係ない。デートに会ったのだ。おはようと言ってくれた。だから嬉しいんだ。神崎先輩がおはようって言ったから？それだけで？そうだ。おかしいか？なんていうか、普通の挨拶って思うかな。昨夜は教授におはようと言われても嬉しくはないのか？お兄ちゃんに？そうだ。それは嬉しいかも。私も同じだ。レイトにおはようを言われたら嬉しくなった。レイトは優しい。さっきも私が元気がいいと褒めてくれた。レイトはいいやつだ。ことちゃんが神崎先輩の話をするのを聞いてて、やきもちでも焼いてるんじゃないかと思って。そんな顔してるんだもん。なんか慌ててる。ますます怪しい。ほんと仕方ないんだから。なあ教授、餅を焼いたのか？私も一つ欲しい。さっき咲夜が言った、教授が餅を焼いていると。私も食べたい。そう、焼き餅だ。焼いた餅も美味しい。咲夜、どうして笑うんだ？何がおかしい？私の勝手だろう。誰にも迷惑をかけていない。くだらないことで受け止めるわ。そういえばお前は教師だったな。別に分かったからもういいだろう。言っておくが、私は別にここに勉強しに来ているわけじゃないし、友達を作りに来ているわけでもない。もう
知っているだろう。私がなぜここにいるのか。大体な、高速だのなんだのというのは貴様もあまり調子に乗りすぎないことだ。もう一度言うぞ。ここは恋愛禁止だ。もう一度よく覚えておけ。最近忘れていたんじゃないのか。ならばいいがな。あまり私の邪魔をするなよ。それじゃあな、もうすぐ次の授業が始まるぞ。早く準備をすることだ。お前、準備をせずにその場のノリで授業を進めたりできないタイプだろ。見ていればわかる。なんだ、先生じゃない。突っ立ってないで座れば。
疲れ様です、杉浦先生。どうもー。お腹すいた。なんか冷蔵庫にあったっけ。いい趣味の着目してるわね。よろしければお願いしたいのですが、今お忙しいですか？お願いします。お手数をかけます。それでは林間学校以降に関してお願いします。なるほど。いろいろと辻褄は合いますね。時葉舞さんが姫として覚醒した時に現れたチャイルドは、かぐつちと言ったのですね。かぐつち！みんなを守る。あいつを倒して。そして、姫として覚醒するためには、大事なものをかけなくてはいけないと。で、どうなんだい？君は大切なものを守るためにかけることができる？一番大事なものを。できるわよ。私の命くらい惜しくはない。必ず、守り通してみせる。かけられる。理事長先生にも以上のことは報告済みと言いましたね。理事長先生はそこで姫について説明をしてくれたんでしたね。姫とは、エレメントと呼ばれる武器と、強大な力を持ったチャイルドで戦う存在です。ハイリーアドバンスド、マテリアライジング、エクイプメント。それで、姫です。高次物質化能力と呼ばれる能力のことです。便宜上、その能力を持つ者を姫と呼んでいるのです。例えば、久我さんの持っている銃や、時葉さんが出すことのできる炎の輪、電輪などがそれです。物質化された武器のことを、エレメント。物質化されたしもべを、チャイルドと呼びます。姫の体には、どこかに赤い紋章がついています。時葉さんにも、峯岸さんにも、その他の方々にも。しかし、紋章があるというだけでは、姫ではありません。必要条件ではありますが、それだけでは足りないのです。そうです。大切なものを守りたいという強い思い。そのためには、それ相応のものをかけることをも厭わない、
強い意志。そうして、姫は姫として覚醒を果たします。他に方法はないのです。オーファンは通常の攻撃で傷つけられないこともないですが、倒すのは容易ではありません。では、高村先生はオーファンたちを野放しに、あの危険な存在を放置せよとおっしゃるのですか？大体、真白の言うことなど信用できるものじゃない。真白だって一番地と無関係ではないんだぞ。一番地の人間というわけではないようだが、信用できないという点では何ら変わらない。オーファンと戦うため？は、そんなものその気になれば軍隊でも何でも連れてくればいいだろう。目的があるに違いない。そして、そのために我々を利用しようとしているんだ。一番地の考えそうなことだ。くそ、一番地。なるほど。久我さんがそんなことを。そうですか。久我さんには今後も注目しておいてもいいかもしれないですね。なるほど。確かに現在の現実とリンクしていることも多いですね。なるほど。大したものです。確かに色々と納得できるわ。さすが、天川教授の一番弟子ね。そうですね。それでは、報告お疲れ様です。シアーズは姫伝説に大きな関心を寄せています。今後もぜひ、詳細な報告をお願いいたします。それでは、次回は予定通りに、7月16日にお願いしますね。お疲れ様でした。私はこの後もここにいます。何か改めてありましたら、放課後にでもどうぞ。
に遊びに来てるわけじゃないのよ。他の先生はすごく怒るってクラスの子も言ってたけど。意外と話せるところあるんだ。遊びすぎちゃダメだぞ。それじゃあまた明日ね。12時ちょっとじゃん。これくらい高校生ならまだ全然起きてる時間だよ。あ、あれは違うんだもん。もうそんなこと言うとこれあげないよ。さっき寝ちゃったし、これは私のお手製だよ。コーヒーは大丈夫だもん。お豆をスリスリして紙でこして作っただけだもん。そうだよ。絶対美味しいんだから。まだ続けるの？あ、それだったらコーヒー良くなかったかも。ねえ、お父さんどうしてるかな？なんでもない。どうしてるって元気にしている以外考えられないもんね。はーい。それじゃあおやすみなさい、お兄ちゃん。して寝不足ですか？おはようございます、先生。
うしたの？変な想像って。おはよう、さくらちゃん。あれ？あかねちゃん？いつの間に。先生もさくらちゃんも。いいね、さくらちゃん。何が？だって、ゆうべは先生と一緒に寝不足だったんでしょ？どっちでもいいですけどね。さくらちゃんも幸せだね。あかねちゃん、違うんだから。こっち来て。なんだってする。私、お兄ちゃんのこと、守りたいもん。死んだって守ってみせる。
達が購買から戻ってくるわ。先生、また登校の時にイチャついてたの？とぼけないでよ。さくやちゃんとベタベタしながら登校してたんでしょ？噂になってるの？本当にそうじゃなかったとしても、ちょっと慎んだ方がいいよ。バカなこと言わないでよ。別に私は先生とは何の関係もないんだから喋ってても。はい？いや、そうじゃなくて、違うわよ。私が言いたかったのはそういうんじゃなくて、そんな風に見られないから大丈夫なんだけど、あんまり気安く喋られても。高村先生。それどころではありません。それどころではないと言ったのです。台所へ。いなくなってしまわれたのです。先ほど所在が確認できなくなったとの報告を受け、こうして探しているのです。初等部の教師です。また何の役にも立たない。アリッサ様の消失は決定的に危機的で、ともすれば絶望的な状況です。一刻も早くはっきりしなくては。高村先生にアリッサ様を探すことによって得られるメリットを計算してみたのですが、大きくあると結果が出たもの。高村先生はシアーズの出資をお受けですが、それならば大いに納得できるところです。メリットとデメリットを考慮していないのですか？ですが、私のようにアリッサ様のお世話を存在理由としているわけでもありませんし、他に理由が考えられません。人間として。では、高村先生にはこれより私の指揮下に入っていただきます。
それでは先生には学園の校舎よりも水晶宮より向こう側を探していただきます。私は中庭よりこちら側を探します。ご心配には及びません。こちら側の捜索をすぐに終わらせ、私も後ほどそちらの捜索へと向かいます。了解しました。それではよろしくお願いします。高村先生、先生のおかげです。先生の声が聞こえたので来ることができました。思考性聴覚のレベルをマックスボリュームにしておいたので、先生のわずかな声もトレースすることが可能でした。アリッサ様、アリッサ様、ご無事でしたか？猫が
私は高村先生がお考えになっているようなものではありません。私はアンドロイドです。お兄ちゃん面白い顔。さあ、参りましょう。先ほど申し上げた通りです。マルチプルインテリジェンシャルイグドバシルユニット搭載のアンドロイドです。高村君、本人も言っている通り、ミュウはアンドロイドだ。シアーズの莫大な財力を持って作られた最新鋭の人造人間。それがミュウだ。私の養女ということにしてアリッサお嬢様のお世話や護衛の任務についている。もっともミュウ自身未だに試作段階でしかない。ミュウのアリッサお嬢様護衛の任務には試験運用の意味も含まれている。父が申し上げた通りです。私はアリッサ様をお守りすることを至上命令、存在意義として設定されております。君も知っての通り、私はシアーズの研究員だ。ミュウの基礎となる骨格技術と造形、そして内循環系の機関の製作に携わっている。まあ驚くのも無理はない。こうしてみるとミュウはどこまでも人間、いやあの頃のユカだからな。何しろアリッサお嬢様はかのシアーズ財団総帥の娘であらせられるから、何かがあっては困るのだ。今日は高村君に助けられたようだが、君も同じシアーズの資本のもとにいる人間としてよくやってくれましたね。すまない。扉に鍵をかけておいたんだった。これでもシアーズの最高機密の一つだからね。もちろん口外しないように頼むよ。発言を求められた時はそのようにしています。
せ。なんだ、先生か。またコーヒー飲みに来たの？好きね、そういった本。はい、どうぞ。本当によく飽きないわね。学園でも私生活でもあまり変わらないんだ。私なんか学校が終わったら何も考えたくないけどな。引きずりたくないっていうか、ここに来てバイトに集中して授業のこと忘れたいもんね。結構な量シフトに入ってるかな。どこか。そんなことしてる暇もお金もないわよ。旅行とかそういうために働いてるんじゃないから、いろいろあるんです。私じゃなくてこのお店に貢献してることになると思うけど。でもありがとう先生。ま、私のもほら先生と同じで趣味みたいなものなのよ。まあなんていうか、ちょっとなんでそこで先生がそんな深刻な顔になるのよ。じゃないんだからね。そうなんです。それじゃあ先生ありがとう。また何かあったら呼んでね。それじゃあお風呂上がったらお兄ちゃんにも声かけるね。みゃーみゅみゅー。そんなのダメだよ。みゅダメだったらほら行くよ月読み。今日も綺麗に赤く光っているよね。こんばんは先生。高村先生以外にはこんなことしませんよ。冗談ですって。みんなにしてますよ。こないだなんて夏希ちゃんにドタマを銃で撃たれちゃったんですよ。ほんと痛かったよ。まったく夏希ちゃんは手加減を知らないんだから。どうせだったら僕ハートを撃たれたかったんだけどな。ズキューンって。あの赤い星が先生にも見えているよね。
ってるよ。本当に綺麗な星だよね。綺麗だね。あれって関係者にしか見えないんだよ。姫たちと、それに僕や先生みたいなわずかな例外だけ。Be
先輩。なつきちゃんもおはよう。おはよう。余計なお世話だ。まあまあ先生、夏希も悪気があっていつも遅刻しているわけやないんですなあ。夏希、知らん。だいたい今日はしずるが一緒に登校したいと言うからわざわざこうして歩いてるんだ。そうですね。もう少しありがたがらな夏希に申し訳ないですね。別にそういう話ではない。高村先生、こういうところが夏希の可愛らしいところなんです。しずる、でも先生、夏希が学園で一番あれを倒してはりますさかいに多めに見てください。生徒会として夏希にはえらい助けられてるんね。それなのに私だってしずるにはいろいろと世話になっている。そうつい先日も大事なものを貸してあげたところやったし。バカ、それを言ったらあれを倒したのは私だ。学園の安全に一役買ったんだからな。ええね、分かってます。やっぱ怪しいのよね。いやさ、これよこれ。ねえねえ京二くん、もう一回その道剣見せて。私の説が正しければこの辺をこうしてっと、あれ、それともこっちかな。いいからいいから。あ、まあまあいいからいいから。うわあー、恐ろしい、怖い怖いわ。恐ろしいのはそこじゃないわよ。そんなの決まってるでしょ。私が怖いものなんて世の中にたった一つよ。
は天才さよ。怖い。ああ、怖いわ。私は自分の頭の良さがものすごく怖い。まあいいわ。考えてみれば私、自分の美少女加減にも恐怖することあったし、世の中って怖いことばかりよね。さてと、でね、ここを見て。ほら、よーく見てみなさい。私の予想さえてないでしょ。まあいろいろと調べ回った結果ではあるんだけどね。この紐当たり前だけどずっと新しいものよ。下手すると江戸時代くらいかも。ちゃんと鑑定してみないとわからないけど。さすがに室町くらいかな。とにかく宝剣が作られた時よりはずっと後につけられたものなのは間違いないわ。さ、この刀剣ってエレメントとかとも関係あるのかもしれないわね。あれ、京二君、ましろちゃんにそんなこと聞いたんだ。部外者というわけでもないんだ。ってこんなもの持ってちゃね。だとしたら、なんでもない。まあつまりそのエレメントじゃないかなって。エレメントもオーファンも物質化したもの、もちろんチャイルドも。時代を超えて残されたエレメントというのも絶対に存在するはずなのよ。まあもしかしたら程度の話だけどね。神器とか妖刀とかそういった類のやつね。ただね、その刀剣、もし携帯通りの製造時期だとしたら、なんで今日まで何もなく京二くん家でのんびり過ごしていられたんだろうってことよね。すごい力を持ってたり由緒あるものがなんで今日まで野放しにされてるのかってこと。こともないって。姫伝説に関係があることはまあ間違いないわよ。後世の誰かの模造品かもしれないけど、っていうか多分そうだろうけど、それにしたって重要な研究対象だわ。そうね、もしかしたら天川教授なら何か知っているかもしれないね。
ここで食べるんですか？じゃあ一緒に食べよう。そんなことないですよ。そうそう、先生の古典の授業ちょっと難しいって今話してたところなんですよ。男の子はなんか楽しそうだけど結構女の子には難しい気がするかな。まあ私はいいけど。歴史ってそんなもんだし、興味がないとなかなかね。まあね。でも結局それって何にでも言える話か。
来たね。あれからもミユは元気でやってますか？さあ、あちらで九条さんがお待ちですよ。お疲れ様です、高村くん。お手数をかけますね。いえ、それはやめておきましょう。突然誰がやってくるとも知れませんし。おとといは突然お呼びしてごめんなさいね。以後何かありましたか？特にないようであれば、おとといのこともありますし、今日は早いですが以上で。どうしました？私で答えられることでしたら。そうですね。高村くんの言いたいことはわかります。そうですね。私の知っている範囲でお教えしましょう。まず、シアーズ財団はかなり以前から姫伝説について調べを進めていました。とは言っても、手がかりは少なく、有能な研究者もいませんでした。そもそも、本邦においてさえ謎の多い伝説です。ほとんど諦めていた頃、姫伝説の研究をしている若者がいるという情報を得ます。当時私はまだ財団の人間ではありませんでしたが、その頃の話を聞いたことはあります。若者の名前は天川聡と言いました。そうです。全く進んでいなかった姫伝説の研究にはなかなかスポンサーがつきません。それがこれまで姫伝説の研究者の育成を阻み、そして悪循環を作り出していたのです。天川教授がそうして続けた研究の大きな成果に、星読みの舞という儀式の発見があります。儀式の詳細は私はよくは知りません。ただ、そう、舞姫がどうとかこうとか、私には何とも。でも、財団の中枢は天川教授からすでにそのことについての報告を受けているはずです。どちらにしても、財団は現在、姫伝説の調査というよりも、姫の調査をしていると考えた方がいいでしょう。そうです。そのための姫伝説です。あなたには、姫伝説の解明の糸口として、姫の調査をお願いしていますが、実際には、そちらこそが
主な狙いではないかと私は考えます。それが何につながっていくのかはわかりませんけれど。そして、ミンさん、神父様のことですが、あの方々は基本的には私とは別ラインです。あくまでアリッサさんの護衛として来ていると聞いています。ですが、姫についての調査を進めたい財団としては、アリッサさんをこの学園に通わせるということも何か意味があるのかも。とにかく、そういった事情の中で天川教授が行方不明となり、あなたへ財団の方から連絡が行ったのです。何がですか？ええ、構いません。ただ、聞かなかったふりをしていただいた方が、いろいろと都合はいいですが。先ほどお話しした通り、私が財団に合流したのはそう古い話ではなく、ここ数年、つい最近のことなのです。それまでは、また別の組織にいたのですが。なので、私自身、財団について疑問に思う部分もあるので、そのためだと理解していただければ。おそらく、財団は教授の行方に関しても、すでに何か情報を得ているんじゃないかと思うのですが。さあ、わかりません。確証もないのです。ただ、そうではないかと推測しただけです。知っていてもおかしくはないと。私の方からお話しできるのは以上です。我々が推測できるのは、彼女たちの持っている人間離れした能力ですが、ええ、そうですね。また、何か私の方で分かったらお話ししましょう。高村くんもお願いしますよ。財団には財団の思惑があるでしょうが、あなたは財団の出資を受けているのですから。では、以後も姫についての調査の続行をお願いします。今日は長い間、お疲れ様。それでは、次の報告は少し間が空きますが、7月の22日にお願いします。
してたんです。はい、少しだけならいいって先生が。そうですね。少し歩いていいっていう許可が下りたのに。そうだといいんですけど。あ、ぶどう。いいんですか？はい。酸っぱくて美味しい。師匠も食べてね。ほら。高村君、質問をする学生は質問をしない学生より教師として評価してやれるし、まして君の質問は的確だ。だがどうだね、もう少し自分で考えてみることも重要じゃないかな。確かに私は君の質問の答えを知っている。だが私は百科事典ではない。君に私の研究成果をただ伝えるようなことはしない。いいかい高村君、結果は大切だ。導き出される結論は大事だ。だがそこにたどり着くプロセスも重要なのだよ。私は君をこの分野の研究における跡継ぎだと考えている。君には私の死後もこの研究を続けてもらいたい。新たな研究者を育ててもらいたい。だとするならここで君が結論を導き出すためのプロセスを学ぶという、まさにそのプロセスこそが大切だとは思わないかね。さあ、レポートは再提出だ。次はもう少し踏み込んだ内容を期待しているよ。
高村様。おはようございます。コーヒーをお入れしましたのでどうぞ。先ほど一声おかけしたのですが、まだ寝ぼけているのかもしれませんな。まったく寝起きの悪さと言ったら。申し訳ありませんが高村様、お嬢様を起こしてきていただけませんか。私、アジの焼き加減をつきっきりで見ていたいものですから。
どうですか？お嬢様はまだ寝ておりましたか？もうそれではもうこちらへ。は？はあ。
信じる？奇跡。本当に奇跡ってあるんだなって思うの、すごく元気になって。だから体の具合ももっと早く良くなりますようにってお祈りしてたの。先生、ありがとう。一緒に祈ってくれて。これで本当に良くなるといいな。そんなことしないわよ。まったくもう。まあ、先生やないですか。お買い物ですか？はばかりさんです。はい、日曜は溜まっている作業を片付ける機会ですさかいに。いえいえ、大したことはあらしません。今日は理事長先生に頼まれた一部校舎の改修について業者さんたちとお話ししてましただけやし。いいえ、もっと大掛かりなもんどす。一応予算を130億円ほど預かっておりますさかいに。そんな大したことやありません。何ですか？姫ですか？ようは知りません。なんや、化け物が出るいう話を聞いておりますが、それはオーファン言わはりますの？姫とかオーファンとか、なんやとっぴな話です。噂で聞いている程度やけど。何も聞いてませんな。夏希はあまり自分のことを話したがらへんさかいに。でも先生、夏希が学園で一番あれを倒してはりますさかいに、オー
単に見てください。まあそんなことをうちは何度か夏希に害虫駆除を頼んだことがありますさかいに、そう言うたんですが、オーファンユーは知りませんよ。ええ、この時期になると蜂の巣作りなんかも増えてきますからな。スズメバチなんかも出ます。夏希にはようそれを退治してもらってるんです。どうしました先生。姫ですか。何や知りませんけど、悲しい響きの言葉ですね。さてと先生、うちはそろそろ帰りますさかいに。先生もお買い物はよ帰らなあかんのと違います。失礼します。ことがあってそれで驚いたって感じだったけど、まったくこんな時間から飲むつもり？本当かな？本当かしら？本当かな？ほら皆さん、何がほらよ、まったく。これじゃあ一体どっちが先生と生徒なのかわからないわね。まあなんだかいい感じの店ってのは認めないでもないけど、ちょっとね、大したことじゃないの。単なる大事な用事。私のは別にやましいことじゃないわよ。それじゃ
惑に負けちゃダメよ。それじゃ。くれないとこのままキスしちゃうもんね。お兄ちゃんドキドキしてるよ。冗談じゃないよ。お姉ちゃんは A が言ってくれるって言わないと私このままお兄ちゃんにキスしちゃうんだから。私も負けたよ。まさかあんな風になるとはね。でも私は気持ちわかるかも。やっぱり愛する人が地獄へ落ちるんだったら自分も一緒に地獄へ落ちようと思うもん。だと思うよ。ほら、あそこの二人とか。あかねちゃんとカズくんも今の映画見てたんだね。よかったよ、鉢合わせにならなくて。
たちはいいな。どうしたのお兄ちゃん。みゆさんってグリーアさんだよね。どうだろう、あの人すごい地味っていうか影薄いからよくわからないかも。私と楽しいことして遊ばない？一人でこんなところに立っていたらナンパされちゃうよ。ほらほら、おじさん。ここ触ってみる？ドキドキ言ってるんだよ。まだダメ。ほら、こっちこっち。こっちにいい場所があるから。あっちゃ。おじさん、ナオと遊ばないの？何よ。あんたまた邪魔しに来て。やめてよね。何って、ただのナンパじゃん。制服の方がみんな引っかかってくれるんだもん。親父なんてみんなスケベなロリコンばっかだよ。特に風花の制服は人気あるからね。その辺で突っ立ってるおばさんたちなんて悔しそうに私のこと見てるし。私はどんなものでも自分の役に立つものは使う。制服だって、力だって、他人だって。いえ、連絡？あんたばっかじゃないの。そんな連絡が今まで言ってないとでも思ってるの？そんなことでうちの親が何とか思うと思ってるの？そんなことあるわけねえだろ、バーカ。たく、うざいんだよ。黙れ！うざいって言ってるだろ？キモいんだよ。お前だって男のくせに。私は、私の好きなように。
おはようございます、高村様。お早いですね。もう少しゆっくりなさっていてもよろしかったです。お嬢様ですか？間違いなくまだ寝ていると思いますが。高村様、何に間に合わないと？それでしたら何も心配はありません。大丈夫でしょう？今日は海の日でございます。さようでございます。本日は国民の祝日でございます。どういたしますか？二度寝なさいますか？さようでございますか。それでしたらコーヒーでもお入れしましょう。
じっくりと読んでられるわね。言ってる意味が。これコーヒー。はい、どうぞ。おかわりが欲しくなったら呼んでね。申し訳ありません。ほらほら、犯罪者の目にならないように。ちゃんなら大丈夫よ。ほら。本当に仲がいいんだよね、2人。さきゃちゃんもあかねちゃんと仲いいからね。するのよ。それもこの学園で。そりゃまあそうだけど。2人を見てると元気が出るんだ。私もいろいろ頑張らないとって。当たり前のことだよね。だってあかねちゃん幸せなんだもん。幸せだから幸せな顔をしてる。それだけのことだもんね。それに私はね、いろいろと忙しくて恋愛どころじゃないんです。悪かったわね。私なりに頑張ってるわよ。
から、何かあったら呼んで。こちらのチーズハンバーグセットなどがおすすめになっておりますが。すごくいい雰囲気だったんだもん。話しかけれないよ。なんでわかったの？誘導尋問なんてずるいよ。いいけどね。こっちはまだまだかな。あかねちゃんが羨ましいな。しないとね。どうしたの？あかねちゃん？そう？私なんか変なこと言っちゃったのかと思ったよ。びっくりさせないでよ、もう。わかった。頑張ってね。それじゃあね。おやすみ。じゃあね。すごい綺麗な場所に行くんだって。夜お月様を見に行くって言ってたんだけど、ねえすごいよね。だってものすごいロマンチックじゃん。お兄ちゃん全然わかってないよ。キスなんて何時間でもしてられるよね。もうお兄ちゃんって本当に分かってないんだから。愛し合ってたらそれくらいなんともないよ。なんともないっていうか、もうむしろって感じだよ。
しかしこれで明日からはもう少し朝はゆっくりできますな。そうだよ。明日から夏休みだ。ダメだよ。夏休みだっていうのに寝てなんかいられないもん。そんなことないもん。もしそうなっちゃったら、お兄ちゃん先生になかなか寝かせてもらえなくて、言っておくま。私のことを子供扱いした罰だもん。せいぜい私が居眠りしないことを祈ることね。1年生から3年生の学生の皆様、それに教員の方々のたゆまぬ努力に支えられて、本年も無事に1学期を終業することができます。明日から夏休みになりますが、学生の皆様は勉学に、教員の皆様は来学期の準備や各々の研究にぜひ時間を有効に使ってください。この後、担任の先生方から成績表をもらい、いろいろと思うことの多い方もいるとは思います。ですが、今は精一杯1学期をやり抜いた自分を誇って胸を張ってください。そしてこれまでのことよりもこれからのことを考えてください。どうか1学期を後悔することよりも人生に後悔しないようにしてください。